いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は EPG のハイブリッドモデル K5 です。昨年末から EPG のモデルを結構レビューしてきましたが、今回で一段落しますね。そうだね、なんか長かった。K5 は 1DD プラス 4BA のドライバー構成、1DD プラス 1BA の K1 と同じハイブリッドで K シリーズに分類されるね。K5 の音質の傾向はシンプルに言うとどんな感じ？ハイブリッドモデルらしい質感の広域型モデルと言っていいだろうね。なるほど。じゃあまずパッケージ内容でなかなかいい感じだよ。イヤーチップが3種類10ペア、ケース付き、交換可能で3種のジャックに対応するのはありがたい。接続部は 0.78mm 2ピンタイプ、ケーブルは14ストランド 6N 単形衝動。価格は14,000から16,000円ぐらいね。カラバリは3色で Amazon だとパープルが13,000円台になってる。なんでこれだけ安くしてる？人気ないのかな？なかなかいい色だと思うけどね。フェイスプレートの仕上げはハンドメイドで模様は一点物ね。医療用樹脂素材で構成されるボディは片側 4.4g と軽め。とても綺麗な仕上がりなので、愛はパープルがちょっと気になってる。イヤーフィンが気にならなければ装着感はいいわね。Amazon 掲載期間が300日ぐらいで、昨年4月ぐらいから販売されているモデル VGP2023 サマーのインナーイヤー型ヘッドフォン、1万円以上2万円未満のカテゴリーで受賞している。金賞にシムボット EA500 がいるね。私は VGP はあまり信用していないけどね。なぜなのか興味のある人は検索してみてね。ドライバーは 8mm ダイナミックタイプ LCP プラス PU ダイヤフラム、 BA は EPG1006 を2機 EPG31735 を2機搭載。それぞれ音の出口は1つにまとめられてるね。配置は写真の通り、内部がよく見える。よくできてるね。ステム先端に向かって伸びるサウンドガイドチューブがなんかいいわ。ではここからは波形を見ながら進めましょう。イヤーチップの比較です。ちょっと聞いてみたけど、自分の耳には広域が強めに感じたので、この帯域はあまり出ていないものを選びたい。ただファイナル E だと平均的な出方から大きく外れるので、まずはそれ以外で選ぶとバンドルイヤーチップ2がいいかな。次は他モデルとの比較ね。G ガートシノは3ヶ月ぐらい前にレビューしたモデルで新しめ。これも 1DD プラス 4BA。2kg 以下の出方はだいぶ違うのと、3から 6kg あたりも全然違う出方。同じドライバー構成でもだいぶ性格の違う仕上がりになってる。TRN-ST5 もドライバー構成は 1DD プラス 4BA です。こちらも共通するカーブの部分はほとんどないですね。たまたまですが、シノも ST5 も2から 6kg の帯域が控えめで、低域から中域ぐらいまでが似た出方になっているので、シノ、ST5 対 K5 のような見え方になっている気がします。今回のサウンドチェックはこの3モデルで聞いてみるよ。音質調整の基準は K5 になるから、シノと ST5 の低域が強調され、中高域以降が沈んだ感じになるでしょう。そのあたりを確認してもらえればと思うよ。はい、了解です。バンドルケーブルを使用し、バランス接続で収録しています。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。ほぼ予想した通りの結果になりましたね。ボーカルや歪んだギターのメロディーで中高域から高域の差がはっきり現れていたと思います。低域の厚みや差も分かったかな？あ、高域に意識を持っていかれてました。そうですね、わかりました。じゃあ K5 を聞いた印象言ってみよう。だね。今回はリケーブルはなしで交換可能なジャックを 4.4mm にしてバランス接続で聞いてみた。イヤーチップは音収録で使用したバンドルイヤーチップ。しばらく聞いてみて自分にはやっぱり高域がきつくてちょっと辛くなったのでファイナル E に交換して少し落ち着いた。またファイナル E の特性がうまく使えましたね。それでも低域が思ったほど出ないというかまだ高域にマスクされている聞こえ方に思えた。でも改造感は高いし高域が強すぎるという理由だけで敬遠するのはもったいない質感なのであちこち補正せず1ポイントに絞って EQ 補正してみた。低域を持ち上げるか高域を絞るか両方試した結果高域を絞ることにした。聞きながら調整して結果的に自分の耳にはこれがあった。補正が1箇所だけなら簡単ですね。ここからはあくまで自分の耳でバランスがいいと思えた上での印象ね。低域は補正していないので両管よりアタック感優位ではあるけどマスクされ気味だった低域も聞き取りやすくなった。もともと高い改造感を少し落とす感じにはなるけどサウンドステージは広がった印象に変化しボーカルメロディーもしっかり聴ける。もともと高域はいいのでハイハットの刻みやシンバル系はちょっと細めな質感だけど少し前へ出過ぎだった感じも収まり聴きやすくなった上低位感も良くなってきた。曲によってもともと低域を控えめにしたミックスの曲の場合この辺りを少し持って聞くことはあったけどね。 K5 はデフォルトではちょっと高域が強めだけど1箇所の EQ 補正でいい感じの印象に変化したという結果だったよ。はい、愛も聞いてみましたけどいいですね K5。今回で EPG のモデルのレビューは一段落ということなのでこれまでレビューした6本のモデルの波形を重ねてみました。各モデルの写真は左から右に向かって低域型からバランス型を経て高域型に並べています。グラフの色も低域よりがブルー系高域よりがレッド系になってるのね。6本重ねるとちょっと分かりづらくない？そうね。じゃあこれでどうかな。1から6に向かってだんだん高域が強くなってくイメージで該当モデルだけ太線にしてるよ。こっちの方がいいね。愛ちゃんありがとう。この比較では Q1 が低域系スター1と Q5 がバランス系 K1 と G10 がやや高域系 K5 が高域系という印象だったよ。私にはスター1と Q5 のバランスが特に好みだけど愛ちゃんは？私もスター1と Q5 ですね。ミミーちゃんは？私は Q5 あと G10 もいいな。なるほどありがとう。気になったモデルがありましたら再生リストに EPG を追加しましたのでチェックしてみてください。ということで EPG の 1DD プラス 4BA のハイブリッドモデル K5 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。